にちは。突然ですけども、モジュラーシンセ調べてるんですよね。というのも、デジタルでアナログをシミュレートする是非というものについて考えてまして、結論は、アナログにしかできない音はアナログを使えばいいんじゃないっていうことなんですけど、レディオヘッドのイデオテックとか、この RS110 を使って自己発信っていうのを使って、キック音とかを作ってたらしいんですよね。ジョニー・グリーンウッドが使ってるのはこの RS7000 というやつでして、もう完全にモジュラーシンセにはまったら沼だというのが完全にわかりますよね。せめてさっきのフィルターは3万円らしいんですけど、このオシレーターですか？やっぱりサイン波に憧れがあるので、スーパーコライダーとかマックスでジェネレートするサイン波もいいんですけど、アナログのサイン波っていうのも、ちょっと一度買って試してみたいですよね。いや、沼なんですけど、これ4万なんですけど、買えないんですけどね。という感じのことを考えたりしてました。で、この自己発信でキック音を作るっていうのが、エイブルトンライブでできることが分かったので、ちょっとやってみたいと思います。エイブルトンライブのシンプラーっていうサンプラーがあると思うんですけど、このフィルタータイプ、クリーンだと発信しても自己発信しないんですけど、この MS2 っていうのを使うと自己発信するんですよね。調べたらコルグの MS20 が自己発信するフィルターを持っているようで、それのシミュレートなんですかね。自己発信からキック音を作るので、シンプラーにインプットするオーディオファイルは無音のオーディオファイルを使うんですけど、無音から発信してキック音になるっていう魔法みたいなことができるので面白いです。まず発信しても耳が痛くないくらいの周波数帯にフリーケンシーを落としてレゾナンスを上げていきます。このようにクリーンのフィルターを上げても全然発信しないんですけど、MS2 のフィルターを上げていくとこのように発信します。で、フリーケンシーをキック音あたりの 55Hz に下げまして、アマウントを上げていきます。デュレーションを下げていきます。このようにキックオンになります。ではこのままちょっと他の音と合わせてみようと思います。かなりいい感じの音になりましたね。でもやっぱりアナログだとどういう音になるのかとかやっぱ試してみたいですよね。今って昔のアナログシンセサイザーやヴィンテージエフェクターのプラグインがたくさん出てますし、僕も結構買ったりしてるんですけど、どうしてそれ以上にサイン波によるジェネレートの音だったり、フィールドレコーディングとかに惹かれるのかなって思いまして、前回か前々回くらいに、これはもう現代音楽を勉強するしかないと、で、ちょっとずつ勉強していこうという感じに思いまして、ちょっと今回第1回目をやってみたいと思います。で、第1回目のテーマは、カール・ハインツ・シュトックハウゼンさんです。超大御所から行くっていう感じなんですけど、全部の作品を聞いたわけではないんですけど、やはり世界で初めての電子音楽を作ったというところが気になりまして、ここにある終作1、終作2、少年の歌というのを結構聞きました。
これ1953年に西部ドイツ放送協会電子音楽スタジオで作ってたらしいんですけど、なんか心地よい音楽であるかどうかという以前にその音楽の意味がわかるにつれて、これはすごいなと思ったので、ちょっとそのあたりについて話したいと思います。びっくりしたのは、当時、電子音楽と具体音楽が対立していたらしいんですね。電子音楽っていうのが、先ほどのオシレーターじゃないですけど、音そのものから作り上げていこうとするものに対して、具体音楽っていうのが、ミュージックコンクレートとも言うらしいんですけど、現在のサンプリングの原型みたいな形らしいんですね。まずこの終作1と終作2なんですけど、サインウェーブのみで作られた音楽らしくて、辿っていくとカールステン・ニコライや池田良二につながるんですよね。で、一方で、少年の歌というのは、電子音楽と具体音楽が融合した作品で、これをもって電子音楽と具体音楽の対立はなくなったらしいんです。で、カールステン・ニコライや池田良二のように、サインウェーブを音素材として使う人々と並行して、ほぼ同時期にフィールドレコーディングの人たちが登場するんですね。そう考えると、今僕がやりたいことって純粋なサインウェーブのジェネレートする音楽と、フィールドレコーディングのようにミュージックコンクレートの両方の音楽をやりたいと思ってるので、電子音楽と具体音楽の延長にあるものがやりたいんだってことが分かったんですよ。なんでこんなにサイン波やフィールドレコーディングに惹かれてるのかっていうのもなんか分かったような気がします。まあ僕が聞いたのは電子音楽の初めの部分なんですけど、なんか12音技法という作曲技法の延長にあるトータルセリアリズムとか、厳密な作曲法とか、ちょっと難しいところまではまだ聞いてません。シュトックハウゼンの第2期にライブエレクトロニクスという手法が試されていくらしいので、今後こちらの方も追っていきたいと思いますし、他の現代音楽家の方々についてもいろいろとコンテクストを調べていきたいなと思います。コンピューターにしかできない音、コンピューターにしかできない音楽にとても興味があるのは、コンピューターがどんな音を出すのかっていう科学の実験のような視点に楽しみがある感じがしました。やっぱりデジタルならではの表現を、可能性を広げていきたいなと思いました。はい。それでは最近僕が作ったスーパーコライダーの音を聞きながら、今回は以上になります。ありがとうございました。